が思いのほか全部 P で2時間くらい語ったのが15分で終わっちゃったんで、今回はそう P 極力ないように楽しく飲んで食べていただきたいと思います。エリはどっから話していいかわからない。高校の時からの友達で、そうですね。当時付き合ってた人が行ってた高校のあれ同級生だよね。セームクラス。クラス違い。クラス違い。隣のクラス。の同級生か。あ、同級生。なんか一個下、まあよくわかんない。同じような感じ。で、仲良かった子で、でそこで紹介されて今になるみたいな。そう。から年数で言うと今35だから10あれいくつだ？10もう多分鍋はいけると思うんだよね。つっつくかも。いただきます。そうで、ここがすごい大好きなシャオフェイヤンっていう火鍋屋さんで、店舗は結構いろんなところにあるんだけど、歌舞伎が一番美味しいっていうのに気づいて。そうなんだ。そう、なんか銀座とか豊洲とかにもあるんだけど、やっぱなんだかんだ歌舞伎店が一番、落ち着くってのもあるんだけど、それだけ店員さんが優しい。そう、店員さんが分かってくれてるっていうのもあって、確かに。あとでやっぱね、スープの味も若干違うんだよね。あ、本当？そう、多分煮込み方にもよるのかな。フィリピンのやつ気になる。フィリピンは、フィリピンのシャーペン行ったことなくて、てかあるのも知らなくて、なんかね、ラウンジのお客さんが中国人で、台湾人かな、火鍋やってて自分の店。そう、フィリピンで？フィリピンで。そこでよく食べてた。丸くなった。丸くなった。性格が全然変わった。そうなの。もうちょっと。わかんないけど、もうちょっと。なんか違う。フィリピンでいいと思ったよ。すごいなんかやっぱ良かったんじゃん、外国って。もっとなんか外人とかみたいな、ちょっとなんか変な日本人みたいなとこがあったけど、向こう行ってなんかみんなそこが一緒になったみたいな。なんかやっぱパリピっていうか、なんか自由、外人のそういうの好きなのに、なんか日本ですごい狭いとこにいすぎて、こう変に斜めってたよね。確かになんか変な方向に行ってた感じあったけど、すごい明るくなった。丸くなった。なった。なんか多分そのフィリピンで当時付き合ってた彼があれがすごくいい人だったから、彼から学んだことがでかかったかも。すっごくいい人で、本当に。すごいファミリーパーソンだし、私にうちにあって一緒に住んでたので、うちに泊まったりしてたし、そう、エリとフィリピン行く前に4年ぐらい住んでて、で、その間、彼と日本に来るじゃないですか。その時に、うちだから泊まるじゃん。その前にエリに一言言って、来るけど大丈夫みたいな。まあ部屋違うしいいよって言ってくれて、でみんなでご飯食べてたりね。なんか本当に全然違う胃が。あの方には感謝です。多分母親も人間離れとか日本人離れしてて、すごい強いっていうか、人間離れ。うちの母親結構小中高と周りからもなんかちょっとなんか、まあよくも悪くも結構有名な人、そうなんだ。なんかその怖さで。だから名前 P でお願いします。P 様。いやもう、そうもう怒らせたら怖いみたいなの方だったんで、いややめた方がいいと思う。すごいお綺麗な。いや前怖いじゃん。そうなんですか。銀座でさ撮影した時に、なんで似てるんだろうね。わかんない。みんななんか似てんだよね。意外とだからあれと思って。じゃあ意外とだけじゃないんだ。だから名前ダディだけじゃないんだ。ある。でもいいよ。でもピーって毎回ピーしてもらおう。まあね、普段から名前で呼んでるもんね。
勝手に。勝手に。そっちの親を。いやでもさ、一回だけそのエリと一緒に住んでる時に引っ越す前ってなって、ママね。そう、荷物をいらないからどうしますみたいな感じで言ったら、じゃあいらないもの、弟がその時やっと実家から出るみたいな時だったから結婚して、で私が使わない家具とか、じゃあ持ってってくださいみたいな。なんかいろいろね、持っててもらった。来てくれたのはいいんだけど、その当時私そのお客様からもらったエルメスの最新のスカーフがあって結構奇抜な柄でって感じだったから着てなくて、それをまあお世話になったしみたいな感じで母親にあげようとしたら、こんなもんいらないよ持ってるって言われて、変わんねえなと思って。さすがですって言ってね。本当にこいつは死んで変わんないんだろうなと思って。すごいちょっとショックで、でしかも親孝行したいからフィリピンおいでよって呼んだ時は何もいらねえよとか言われて、お前知らないのが親孝行だよとか言って、はいみたいな、なんかちょっとすごい人だよね。ほら、じゃあご家族の方登場してくれる。いや、ないですないです。パパならいけるかも。いやーない。でも確かになんか嫌だもんね。そういう人に見られてるのは。そうだし、いや絶対無理。なんかいや無理、親は無理。ちゃんと親と酒交わしたこともないので。なんかね。じゃあお正月は会えるったらどうで？いやいいです。だってお正月いないですもん日本に。日本じゃない、東京で日光に行くので。まあでもだいぶ仲良くなった今。なった全然。本当。それもフィリピンに行って変わった。そう、もうお家に帰ってとか絶対なかったんです。本当ずっとなかったから。なんかね、帰ったところで何の意味があるのみたいな。って感じだったよね、前は。だったら仕事してるわみたいな。で、LINE でなんだけどの。それで LINE で、なんか、今のこのステータスは何みたいなことを言われて、突然突然。で、なんか前々から考えてたのかなとか、親に言われてたのかなとか考えてて、まあ別に普通みたいな。で、あなたはどうしたいのって言ったら、なんかもう連絡とかも途切れてるし、どうしていいかわかんないみたいなこと言われて、だったらじゃあ終わらせるのも一つの手なんじゃないのって言って、で、アポの件もあるし、今まで本当にありがとうみたいな。たら、なんか僕の人生を変えてくれてありがとうみたいな。ってなって、それって多分お互いじゃん。私もなんか向こうから学んだこと多いし、ただその分、なんかやっぱ文化が違いすぎたからさ、喧嘩もすごかったけど、言ってて、で、その変な意味で別れるわけじゃないから、まあもしまた次あったら、なんか普通に連絡してね、フィリピン来た時は連絡してねって言われて、前に進もうっていう決心をしてくれたから、よかった。でも揉めなかったね、なんも。だって揉めることない。LINE が超クリーンよ。私もなんかちょっと大人になって、そんなに辛いんだったら別にお互いの将来のこともあるし、分かってないからお互い。ズルズルしてても意味ないし、私は仕事優先だからフィリピンで仕事できない以上フィリピンでもう住めないって言ったら、そしたら向こうがそういう流れのLINE に変わってきて、本当にこの4年間素晴らしい4年間ありがとうってきたから、私もありがとうみたいな感じで言って、でまたフィリピンで再会したら、まあ仲良くねみたいな。いい感じ。変な終わり方はなかったかも。まあでも本当コロナのせいだよね。コロナ、じゃあマンション借りました、一緒に住みましょう。コロナになりました、私が日本に帰りました。で、この2年じゃん。本当運命って分かんないなと思った。分かんない。で、やっぱ向こうは日本で何もできないし、私もフィリピンで今はできないから、それはもうじゃあずるずる引きずるよりもね。ラウンジやったんだよね、でも。ラウンジオープンした。したんだ。オープンした。家族はいない。それしかない。なんか来た。ありがとうございます。これサービス。ありがとうございます。いつもありがとうございます。これ大事です。イエーイ。
あのね、言った？あ、黒ウーロンハイ。うん、お願いします。あ、なんか素敵です。このお店にいつも来る理由ベストワンはシェフがファンでいつも何かしらサービスしてくれるんです。ありがとうシャオヘイヤ。でそれをね前ねありがとう、シャオヘイヤ。じゃ前なんか同業っていうかリンリンいるじゃん。うん。と来たの。リンちゃん。久々にそう。リンリン。したらまだその名前使えてよかったねって言われていや終わってねえよざわってでもリンリンもさ、結構現役バリバリじゃない？バリ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 私よりバリバリ。そうだよね。私よりバリバリ。付き合うとしたらじゃあ自分ぐらいにビジネス真面目な人で自立しててで経済的にもちゃんと裕福であと動物が好きな人そこ大事。どんなに有名だったりとかなんかそのお金を持ってても動物好きじゃない人は無理。でもさ、裕福とか言ってるけどさ、全然男の人のあれは興味ないもんね。興味ない。だってさ、なんか I'm rich とか言われても大丈夫。I have money ってなるじゃん。カットする？ないもうじゃあなんか億万長者でもないしそんなすごい裕福な生活をするぐらいのお金も持ってないけどなんていうのお前に言われるほど別に私焦ってないし難しいから今さ、どういう人がいいかポジティブな話してんだよ。やっと。わかる？ずっと P だったの、今日。今ね、ポジティブな話でやっとカメラ回してもらったとこなんだよ。なのに今、お前に言われたくねえし、みたいなこと言ったの。また切るよ。好きな人だから、でもそんなこだわりないじゃん。絶対お金あんま求めてないじゃん。ない男の人。それはない絶対ない絶対ないでも自立心大事にしてるね。めちゃくちゃしてる自立してないそうそうそうでも本当に自立立してるもんね。うんしてるそう本人しなきゃ生きていけなかったそうだね、10代の時からね。だからね、そういう人がいいね。あとはなんだろうなんかあとどういうなんなのもうなんか見すぎててよくわかんない見すぎててもどうかな。なんかさこれがタイプっていうのがもうわかんなくなってきた結婚願望あるの？半々ぐらいあなんか徐々に出てきたなんなんだろうねだからこの性格が悪いんだよきっとあ、なんかでもなんかやっぱりよくわかんないどうしたらいいんだろうねでも多分尽くすしね、ちゃんとしてるよ。そうちゃんとする家庭的だし料理をするよあ、家庭的。頼りになるよ、すごい。一緒に住んでたそうからわかる。頼りになる。あ、欲しいプレゼントとかはじゃあ交換とかするんですか、いつも。交換か予定はないもらうの？いつももらう？あげる？あそういうことうん。前回忘れられないとかないの？なんか、クリスマスプレゼントよかったみたいな。あげたのは覚えてるけどもらったのはもう覚えて自己中かよ。もうオールカットだからね、今のところ。来年はどうしていく予定ですか？そうだね、そういうの、前向きなんですよ。来年の今頃はちゃんと落ち着いてたい関係的に誰かとね。うん落ち着くって結婚ってことですか？あらまさかじゃねえよじゃなんだろう結婚まではいかなくてもいいけどそういう相手が欲しいんだ。そうなんか一緒にビジネスしてる相手が欲しいあ、一緒にビジネスしたい派？私いつも、一緒にビジネスしたい派一緒に仕事してでそこをちゃんと話し合える人が欲しいはい。じゃないなんかさ私が子供作ってうんぬんよりも私の周りの身内の女の子たちの子供のフェイブレットアンティになるからもういつでもワイルドにもうこれ着せちゃうからやめなよ。湯飲みにできる。湯飲みにでそうやめなよ。みんなこれ着て湯飲みのテキーラ飲んでる。やめてよ。大丈夫ちゃんとカットでこういうあ、そっか。若い子ね、それなりにね。いや V カット大事。そうだね。赤のランジェリー買ってあげるよカットだな。なんでだよあ、いいじゃん。
の感じには可愛いじゃん。もうね。だからエリが子供できたらマジ溺愛する。もうなんか何でも買ってあげたい。私もできるかわかんないけど頑張るよ。そうなんだよ。なんかね、仲いい子によって誰もね見込みがないんですよ。確かに。なのでそんな感じでまた半分以上 P になっちゃったけど。なんか使えるのかな、大丈夫かな。で、うまく編集してもらう。うまく編集。そうだね、そうだね。私が編集します。あ、お願いします。お願いします他人は信用できないから。そうだね。そう。なので、今後ともよろしくお願いします。で、晴れてちゃんとハッピーになったらご報告するので、皆さん祝ってください。ね。エリもちゃんとベイビーできたら言ってください。もう本当に次ここでその子に。できたら言います。はい。はい。なので、また次の動画で会いましょう。バイバイ。